3D プリンターの積層痕、もう諦めてませんか？この表面見てください。段差がほとんどなく、かなり滑らかです。実はこれ 3D プリントした後にある道具で加工したものです。処理する前はこうでした。屋根に等高線みたいな段差がずっと並んでます。触ると爪が引っかかるぐらいです。今日はこの積層痕をどこまで消せるのか、この道具と使いこなしを紹介します。こんにちは、東京九段工作ラボです。今回から新シリーズメーカー道具箱を始めます。3D プリンター周辺で実際に使っている道具やフィラメントを一つずつ紹介していくシリーズです。このチャンネルでは 3D プリンターや生成 AI、ものづくりの実践情報を発信してます。新しいツールが気になる、もっと綺麗に作れるようになりたい、そういう時に役立つ情報を実際に使いながら紹介していきます。今日はその第1回目です。さて、この車、PLA で印刷したものです。どうやってここまで滑らかにしたのかお見せします。屋根を見てください。普通だと等高線みたいな段差が走ってます。これが FDM の 3D プリンター特有の積層痕です。特に斜めの面ほどこの段々が目立ちます。かなりわかりますよね。で、触ると爪が引っかかります。もう少し綺麗にしたい。そう感じたことある方多いと思います。そして今日使うのがこちらの小型の電動サンダー、ネオサンダーです。先端にサンドペーパーをつけて細かい場所を削ることができます。ではこの屋根を削っていきます。まんべんなく当てていくと少しずつ表面が削れて段差が小さくなっていきます。見た目だと分かりにくいですが、触るとかなり違いが出てきます。3D プリントの後加工って意外と難しいんですよね。特に PLA って結構硬いので、紙やすりだけで整えるとかなり時間がかかります。そしてリューターは熱で PLA が溶けたり、注意しないとすぐ削りすぎたりすることがあります。特に曲面や細かい場所は思ったより綺麗に整えるのが難しいです。そこで使うのがネオサンダーです。リューターと違ってネオサンダーは先端が前後運動するタイプです。実際に使ってみるとストロークが小さくて高速で動くので、細かい場所にもかなり当てやすいです。ストローク幅も調整できるので、ちょっとだけ削りたいみたいな場面でも暴れにくくなっています。あとコードレスなのもかなり使いやすいです。細かい作業ってコードが引っかかるだけでも結構ストレスなんですよね。そして小さくて太いのでしっかり握ることができます。このサイズ感と動き方は精密作業向けによく考えられてるなって使って感じました。これがサンドペーパーをつける先端のツールです。8種類の形状が用意されてます。平面にはフラット、曲面にはアーク、溝や隅には細い形状、さらに一目でわかるように番手ごとに色分けされてます。で、サンドペーパーをね、つけたり外したりする手間がないんですよ。オプションでサンドペーパーセットも用意されてます。この後実際に積層痕をどこまで消せるのか、サポート跡がどう変わるのか、PLA と PETG で感触がどう違うのか順番に見ていきます。まずは積層痕をどこまで滑らかにできるのか、PLA で印刷した車を使います。まずはサンドペーパーの一番粗い180番から始めます。番手は粗いものから順番に上げていきます。最初に粗い番手で段差を落として、その後細かい番手で整えていく流れです。ここでは表面をきれいにするというより、積層痕そのものを削り落とすイメージです。で、削り痕も結構出ますので、削る場所に気をつけてください。あとマスクもあった方がいいですね。ここではこちらの集塵機の上で削りました。削っていくと段差が少しずつ減っていくのがわかります。この段階では傷は気にしません。まずは段差を消します。で、ここで
段差が残ったままこの番手を上げても、細かい傷は消えても積層痕は残ってしまいます。で、段差が消えたら番手を上げていきます。400、800、1200と。で、だんだん傷が細かくなって表面の感触が変わっていきます。で、最終的には指でなぞっても全然引っかかりがありません。ここまで番手をしっかり上げていけば表面をツルツルにすることができます。ただ、正直普段の 3D プリントで毎回ここまでツルツルに仕上げる場面はそこまで多くないかなと思います。むしろ普段よく使うのは次の使い方です。で、普段使いで出番が多いのはこちらかなと思います。タコさん。サポートをこれ外した後に残るガサガサの跡を整える使い方です。サポートを外した直後の面を見てください。かなり荒れていて、触ると痛いです。ここを整えるのにネオサンダーはかなり使いやすいです。整える程度であれば、番手もそこまで細かくしなくて大丈夫です。例えば、240番でガサガサ落として、600番ぐらいで仕上げれば、手触りはかなり変わります。こんな感じですね。短時間で終わるので普段使いしやすいと思います。ただ、ここは少し誤解しやすいポイントなんですが、この用途で目指しているのは積層痕を消すことではありません。目的はガサガサやバリ、引っかかりを減らして触った時の不快感をなくすことです。出っ張りや荒れた部分が取れるだけでも手触りや見た目の印象はかなり変わります。ここまでは PLA で見てきました。では、素材が変わるとどうなるのか。次は PETG で見ていきます。さて、PETG も同じ車でやっていきます。削ってみると PLA とは感触がかなり違います。で、PLA みたいにサクサク削れるというより少し滑る感じがします。なんとなく削れにくいというか、ゆっくり削れていく感じです。PETG の方が PLA より弾力があるのでそういう感じになるのだと思います。なので PLA 以上に番手をしっかり上げた方が綺麗になります。今回は1200番から1500番まで進めていきます。使った感想としては PLA より少し削りにくくて時間はかかります。あと、この総ブレード。厚いものをガンガン切るというより、細かいものを精密に切る用途に向いてます。3D プリントだと、特にサポート除去との相性がかなりいいんです。例えば、こういうフィギュア。印刷した後、サポートが細かく入り込んでるんですが、首が細いんですよね。こういうのってニッパで勢いよく切っちゃうと、サポートと一緒に首まで折れちゃうことがあるんですよ。それあるあるって思った方もいるんじゃないでしょうか。なので、ここは慎重にいきます。総ブレードを当てると力を入れてバキッと切るんじゃなくて、スーッと切れていきます。音はもちろん結構するんですが、感覚としては柔らかいバターを薄く切っていく感じに近いです。力をほとんど入れなくても切れていくので、細いパーツを折りにくいんですよね。特に力をかけた瞬間に壊れそうな造形とはかなり相性がいいと思います。ここからは実際に使って分かったコツをまとめます。同じ仕上がりを安定して出すにはいくつかコツがあります。特に大事なのは印刷時の準備、力加減、ストロークの調整、目詰まりの対応、この4つです。まず、削る前提なら印刷設定を変えた方がいいです。壁を厚くしてください。壁が薄いと少し削っただけでインフィルが見えてきたりへこんだりします。今回は壁を5層にしていきます。これぐらいあると安心して削れます。インフィルは標準設定か少し増やす程度で大丈夫です。そして削る時に大事なのが力加減です。強く押し付けるというより軽く押し当てる感じです。強く押しすぎると一気に削れすぎたりヘッドの跡が残ったりします。次に大切なのはストロークの調整です。PLA はストロークを上げすぎると接着が弱いフィラメントが抜けることがあります。
なので最初は小さいストロークから始めて様子を見ながら上げていくのがおすすめです。個人的には半分より少し上ぐらいまでが扱いやすかったです。それ以上になるとフィラメントが抜けて小さなへこみができたりしました。ペット G はフィラメント同士の接着が強いのでフルストロークでも問題なく削れました。なのでストロークのこの幅は素材に合わせて調整しましょう。削り続けてるとこのサンドペーパーが目詰まりして削れなくなってきます。その時はサンドペーパー用のゴムクリーナーですねを当てるとかなり復活します。削りカスを落としてまた使えるようになるんですね。これはですね木工用のサンダーとか研磨ベルトの目詰まりを取るための消しゴムみたいなものなんです。今使ってるのは木工用のものなので大きいですけど、もっと小さいものもあります。今回使ってみて 3D プリントでのネオサンダーの使い方は大きく2つあると感じました。1つ目は積層痕をしっかり整えて表面を滑らかにする使い方です。そして2つ目はサポート跡やバリを整える普段使いの後処理です。もし興味を持たれた方は概要欄に幕開けのページを載せています。こちらのネオサンダーの価格や仕様など最新情報を確認してみてください。もしこの動画が参考になったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さん 3D プリント後の処理普段どうしてます？この工具使ってますとか、この素材で困ってますみたいな話でも大歓迎です。シリーズメーカー道具箱はこの後も続けていきます。皆さんも取り上げてほしい道具とか、これが便利だよっていうのがあればコメント欄でぜひ教えていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。